やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、トリポーインの新作、ロンバス、1万円、1BA1 ダイナミックドライバのハイブリッドと、ちょっと良いイヤホンを始めてみようかな、という時に最適な、ハイブリッド型イヤホンだ。トリポーインが発売した、ハイブリッド型は初めて、BA を使ったイヤホンとしては、最初に発売したイヤホン、トリポーイン TP10 以来となる、ロンバスは最もオーソドックスな 1BA1 ダイナミックドライバのハイブリッド型で、金属製の外装と、リケーブル可能な端子を備えている。見た目はゴツゴツしているけど、装着部はしっかりなだらかで、装着感には特に問題のない仕様になっているぞ。本体外装は、特徴的なローポリゴンっぽいフェイスプレート。装着しやすい、ノズル周りがしっかりシェイプした内側パーツ。でもって、金属製のノズルで構成されている。エッジの多いデザインだけど、一昔前のアルミニウム切削ハウジングみたいに角が鋭くないので、塗装剥げはそんなに気にしなくて大丈夫そうだ。本体はグレーのメタリック。表面はなし地加工で、ギラギラしすぎない質感だ。アルミニウム合金製なので、軽いかと思いきや、複雑な外形を再現するためか、結構肉厚で重量は多少ある。と言っても、耳が痛くなるような重量じゃないんだけど、アルミハウジングにしては重たいハウジングは、独特な響き方が期待できそうだ。付属ケーブル、付属イヤーピースは、より低価格なセンシベルと同じ、ポーチは簡略化され、大型で扱いやすかった、セミハードケースから、巾着袋に変更されてる。どっちが好みかはその人によるけど、個人的には、付属品は簡略化して本体にコストをかけてほしいところだ。その他の付属品は、センシベルと同じ、細くて取り回しの良いケーブルと、それから、イヤーピースが2セットだな。イヤーピースはしっかり肉厚で、そのままでも問題なさそう。ケーブルも実用的だけど、グレードアップの余地はあるぞ。と、外装についてはこんな感じ。本体はしっかり作られていて、明らかに素材が分厚そう。それに対し、付属品とかは、実用的で最小限、といった感じで、そのままでも使えるけど、明らかに本体が一番凝ってるバランスだ。個人的には好感が持てる予算配分だな。と、ここまで見ると、より低価格のグレードのイヤホンとそう変わらないのではと思うかもだけど、トリポーインのイヤホンは、どれもこれもコスパが良かった。もちろん、ロンバスも独自の魅力がある。ロンバスは、1万円クラスながら、ノールズ製の BA ドライバと、それから、LCP、液晶ポリマー振動板を採用した、今時、って感じのイヤホンになってる。ノールズ製の BA を採用したモデルは、一般的に、中国製のブランドを明かされない BA ドライバーを採用したモデルより、一回り上のポジションで、ロンバスは、そんな、ちょっといいモデル、としての立ち位置で発売されたわけだ。何気にこの価格帯で、LCP1BA の選択肢は少なく、また見た目的にも個性的ということで、気になる人は多いんじゃないかな？ちなみに、最近は中国製のブランド非公開の BA も品質は上がってきているので、以前のように、中国系は高音が刺さるから簡単に聞き分けられる、という時代ではない。体感上、かなり敏感な人じゃないと、ノールズ製か否かはそれほど大きな差じゃないな。でもどうせならノールズの方が気持ちよく使えるじゃん。くらいの気持ちで使うのがよろしい。高音を担当する BA に対し、ダイナミックドライバは、今多分一番流行ってるだろう、LCP 振動板だ。これは、樹脂系の振動板の中でも、薄くて、弾力がある。つまり、反応が良くて、なおかつ中低音域以下に厚みを持たせることができる素材で、量感のある音と、高音域のある程度の反応を両立できる、いい素材だ。いろんなブランドが採用している素材なんだけど、個人的には、ハイブリッドとか、高音域を補正する相棒と組み合わせた時に、すごく良いドライバーの一つだと思うんだよな。従来の樹脂振動板と比較して、高音域は明瞭になったものの、金属音などもある程度柔らかくなる印象がある。もちろん、高音を過敏にチューニングしたものもあるんだけど、そうすると、一部の音が強くなっちゃうパターンも多い。じゃあ、そこを精度の良い BA に丸投げしたら、ちょうど良い、ってわけ。また、低音域に弾力がある音のイヤホンは、残響が残りすぎて音が切り分けにくくなるものも結構あるんだけど、そこに硬質な金属ハウジングを組み合わせることで、いいバランスになってそう。それらの事前情報を込みで、ロンバスの音色を実際に聞いてみようか。音色を聞いた第一印象は、そうそう、こういうのでいいんだよこういうので。BA ドライバ分、高音域の主張が強めだけど、ボーカルなんかはしっかりと温かみがある、中国系のハキハキしたハイブリッドサウンドだ。
低音域に関しては結構おとなしくって、GP10 を除く過去のトリボーインモデルの中では結構おとなしい部類に入るな。いや、ちゃんと出てるんだけど、そこにそのまま BA ドライバーが爽快な高音域をぶっかけてるので、相対的に小さく感じるくらいの印象。鮮烈な高音域に対し、ボーカル以下の帯域はちゃんと落ち着いた音を鳴らしてくれる。この温度差こそハイブリッドの馬味だと思ってる人もいるはずだ。低音のボリュームは、高音域に比べてそれほど大きく感じないものの、空間全体を覆うようなベース表現になっていて、不足や弱々しさを感じることはないな。その上で高音域が近い印象があって、元気になってくれる。トリボーインのイヤホンは1ダイナミックドライバー時代になってから、音色が刺さった経験がないんだけど、今回のロンバスは、その中でも結構高音域寄りのデザインなのに、刺さらない。そこら辺は2022年の1万円クラスとして、十分な仕事をしてると思う。この価格帯のハイブリッド型となると、非常にオーソドックスな路線を攻めるか、あるいはいかにもハイブリッド前とした音を鳴らすものに分割されるんだけど、ロンバスは明らかに後者に分類されるな。厚めのハウジングのおかげで、遮音性も高い。装着も、ノズル周りが絞られているので、重量の割に軽く感じ、長時間聴いていられる印象だ。一方で、解像度に振りすぎておらず、また、低音域の量感にも振りすぎていない。ボーカルは高音域に主役を譲ってるけど、LCP らしい弾力と体温を感じる厚みがあって、しっかりと聞き取ることができる。ぶっちゃけ、聞く前は、同社の LCP1 ダイナミックドライバー、B がかなり中低音重視のイヤホンだったので、そこに BA を足して、ちょうどいい塩梅になってるかと思ったんだけど、いざ蓋を開けてみたら、高音に引きどころの軸足の置いてある、パワフルなイヤホンだった。適度なバランスからはしっかりずらしてくるあたりがトリボーインっぽい。それでいて、過剰すぎるバランスの崩し方はしないあたりもトリボーインっぽいな。全体の音を整理して見直してみよう。高音域は BA ドライバーらしい、金属音がはっきりと聞こえる音。カナル型イヤホンはここら辺がくっきり出せるのも魅力だと思うんだけど、その魅力がしっかりと出た調整だ。ちなみに、刺さるような音はなし。そこら辺はちゃんと現代水準だ。中音域、高音域より一歩下がり、そして高音域よりよく響く。ここら辺は LCP っぽい、厚み、湿度、弾力、温度などの感じられる音色。ボーカルは高音域より一歩下がっているが、全く阻害される感じはない。さらに低音域は、中音域よりさらに一歩下がり、さらに広がる。耳を中心に、空間としてはピラミッドのようなバランスで、高音域、中音域、低音域が配置されているようなイメージだ。音量としては逆で、近い順番に大きい。他のイヤホンでもこの傾向があるイヤホンは結構多いけど、特にロンバスはこの感じ方が顕著だった。また、LCP が響きすぎちゃって、音のミュート出が少し遅れる感じがしやすい中低音域についても、重量のあるアルミハウジングがしっかりと残響を抑えていて、くっきりとわかりやすい。高音が主役のイヤホンではあるんだけど、LCP の弾力ある音色のおかげで、中低音域もしっかりと活躍してくれる。加えて、音量と同時に音色も遠近がはっきりとわかる空間表現を持っていて、1万円の 1BA1 ダイナミックドライバーハイブリッド、という差別化が難しい。おまけに音色の破綻も許されないジャンルで、しっかりと個性を持った一台だ。普段使ってるイヤホンと、そう変わらないんだけど、この、音の位置の聞こえ方と、LCP と BA の組み合わせで、普段とはちょっと違う聞こえ方をするかもしれない。これだけ、ボーカル、ベース、ハイの位置を明確に意識したイヤホンは初めてかも。というわけで、今回もしっかり一癖持ってたトリボーイン製品。今回も、安心しておすすめできる出来だ。LCP 振動板の音が好き、BA の高音が好き、そんな人にトライしてみてほしいぞ。と、こんなところだな。LCP1BA と聞いた時には、ある程度想像がつくなぁ、とか勝手に思ってたんだけど、集中して聞けば聞くほどやっぱりトリボーインだった。空間の遠近を感じられる、面白い出来の一本だ。バランスとしても、初めての1万クラスとしても十分ありなので、見た目で惹かれた人も、挑戦してみてはいかがかなといったところで今回はここまで。